皆さんこんにちは、みのりんです。はい、皆さんもご存知の通り、私は今漫画家になることをちょっと目指して勉強しているんですけども、もちろん絵を描くだけでなくって、ストーリーに表現方法とか小回りとか、まだまだたくさん勉強することがあります。というわけで、少女漫画の雑誌をたくさん買ってきました。少女漫画の雑誌を買うのってすっごい久しぶりでした。やっぱ学ぶためにはまずはいろいろと読んだり知識を取り入れたいなと思ったので、漫画を読んでいきたいんですけども、実はね、どの雑誌にも付録がついていて、その付録がすごそうだったので、皆さんと一緒に付録を開封していきたいと思います。それでは早速始めてみましょう。というわけで、まずはリボンの付録を開けていきたいって言いたいところなんですけども、実はもうすでにこれだけ開けちゃっています。私小さい頃すっごいリボン子で、もうほとんどのリボンの漫画を読んだことがあるぐらいめっちゃ読み込んでいました。まだ知っている作家さん、黒崎みのり先生に坂井真由先生に石川恵美先生、まだまだいらっしゃるっていうことなので、めっちゃワクワクしています。いやー、綺麗だなー中身はまた後で読むとしまして、今回のリボンの付録はこれです。これね、ミニショルダーバッグ。じゃじゃん。これ数年前に買ったリボンの付録なんですけども、実はめちゃくちゃ使っています。この中にはいろいろと大切なものを入れているので、多分今後もずっとこれ使っていくと思うので、結構付録といっても私使うので、こちらに入っていたのがこれです。じゃじゃん。あれって思うかもしれないんですけど、これこうやって紐がついていて、バッグとして使えるようにはなっていたんですけども、ちょっと私にとってはこれをショルダーバッグとして使って外に出ていくのは難しいので、ショルダーバッグとしてじゃなくってポーチとしてだったら使えるので切っちゃいました。横こう紐の跡が見えるかなと思いますが、ショルダーバッグとしてはちょっと生地が薄すぎるかなと思うのですが、ポーチとしてはすごく使えそうです。開けるとこんな感じで、ペンとかコピックとかも入ります。あとはね、お化粧品を入れたり、いろいろなポーチとしての使い方はあるかなと思っています。次はこちら、じゃじゃん。チャオの付録を開けていきたいと思います。これすごそうです。これ見た瞬間びっくりしちゃいました。私が大好きなあれも入っているみたいです。なんとスクイーズにタンブラー型のペンポーチだそうです。いやー、すごいな、今の付録。じゃあ早速開けてみましょう。はい、では開けたいと思います。よいしょ。おお、そしてなんかくっついてる。じゃあまずはね、タンブラーポーチの方から。あ、かわいい。柄がかわいい。チャオカフェって書いてあります。絵柄がかわいいですね。で、開けるとこんな感じです。じゃあ試しにね、コピック入れてみましょう。何本入るかな。よいしょ。あ、めっちゃ入る。はい、全部でね、1、2、3、20本のコピックが入りました。20本入ればでも相当入ってますよ。いいじゃないですか。しかもこうやって立ちますし、ポーチが立つと楽ですよね。そのままね、こうやってペン立てとしても使いながら、ペンポーチとしても使えるのでいいんじゃないでしょうか。そしてスクイーズまでついてきてます。うさパン、うさぎのスクイーズかわいい。あ、でも高反発ですね。これをこうやってジッパーのところにつけても可愛く使えるんじゃないでしょうか。今ね、コピックの収納がないのでしばらくちょっとこれに入れておきたいと思います。はい、というわけでこちらがチャオの付録でした。はい、では最後、じゃじゃん。仲良しの付録を開けていきたいと思います。これもね、すごそうなんですよ。なんと鉛筆削り付きの消しゴムガチャだそうです。しかもこの消しゴムで占いができちゃうそうです。この漫画家さんすごい絵が綺麗。誰？いちことこさん。この方の絵柄がすっごい可愛くって好みです。というのは置いといて、では早速付録を開けていきましょう。はい、自分で組み立てるんですね。こうやってここをギュッとしてからこ
こに取り付けて入れて、あー出ちゃった。こうやってできた。ここをこうやると消しゴムが出てきます。すごい、普通にすごいしかも占いができるっていうことなので、ちょっと中見てみるとなんか下から2つ目、恋愛運が20丸で友情運と相性運が1丸微妙なやつですね一番いいのがパンダのやつみたいです。でもこれはただの消しゴムガチャじゃなくて、ここに鉛筆を入れて削ることができるそうなので面白いですね。じゃあさっきの脳幹でもう一回やってみましょう。突っかかってるかな。あ、パンダ出てきた全てが20丸のパンダ出ました。今日はいいことあるのかな。はい、というわけで今回の少女漫画の付録にはこちらの3点が入ってました。他にもね、フレンドとかいろいろな雑誌を買ってあるんですけど、中の付録がねまた漫画となっているので、これをまた後で読んでみたいと思います。いっぱい漫画があるって幸せです。もうほんと漫画大好きなんで、もちろんなれるかわかんないですし、いろいろと勉強していくことはまだまだあるので頑張っていきたいと思います。皆さんと一緒に頑張っていけたらなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。